どうも、ベトナム在住の浮津です。また SS50 なんですけども、これね、もう一度エンジン開けることにしました。ちょっと理由は後で説明しますが、しばらくね、何回かに分けて、エンジンの再々分解整備ですかね、やっていきたいと思います。このエンジンはね、前からシリンダーヘッド周りだったりとか、いろいろこの特に前側ですよね、オイル漏れでね何回も苦しめられて、いろいろ処置をして、前はねほとんど止まったんですよ。ほとんどというか完全に止まってるんじゃないのかな。ちょっと滲んでる気もするけど、多分これグリスだよね。で前は止まったんですが、まだね後ろ側映ってんのかな、オイルが漏れてくるんですよ。もうじわーっとなんですが、結局ねもうクランクケースの合わせ面がガタガタなんでね、これに関してはねもう液体ガスケットで止めるしかしょうがないと思ってるんでね、一回開けて液体ガスケット塗りたいと思います。それともう一個がね、以前 CL50 の整備をね預かってやったんですけども、あの時にねこの古いクランクケース、クランクケース側になんだっけ、カムチェンテンショナーのワンウェイバルブがついてるタイプで、 CL50 はあれもう潰れてたんですよね。で 12V 用のカムチェンテンショナーをつけるにあたって穴を塞げばいいってことで、加工屋さんでね穴を塞いでくれることが分かったんで、これはね、ワンウェイバルブ自身は生きてるんですけども、カムチェンテンショナーが 12V のやつを入れてるんですね。で問題ないようにはしてるんですけども、せっかくエンジン開けるんでね、これも要はクランクケース側のなんだワンウェイバルブね、ワンウェイバルブを塞いでもらってしまうと思います。そうした方がね安心して、使えるんじゃないかなと。若干ね音が気になってる気もするというか、なんせこれはね、あっちこっちガタが来てるんで、カムチェーンの音なのかタペットの音なのかいろいろわからないことはあるんですけど、一旦ちょっとエンジンの音ぐらいというかエンジンかけて音ぐらいね、動画撮影してみますかね。あんまりカメラの音じゃ拾えない気はするんですけども、それではちょっとエンジンかけます。キーオンで音がするのかな。一回止めるか。まだ暖気してないんでね、だいたいこのパワーフィルターの関係で最初のアイドリングが安定しないとかね、いろいろあるんですけども、なんか少しねカチャカチャ言ってるような言ってないような、ほぼほぼこっちの問題な気はするんですけども、とりあえずね開けていきたいと思います。これね動画で何度も説明してますが、 12V の CDI に書いてあるんでね、このカバーはカブのやつをね加工して削ってつけれるようにしてあります。
これもね実は暖気するまで安定しない理由の一つだと思うんで、こいつもCL50 みたいに外に出しちゃった方がいいかもしれません。これで配線にたどり着けるんですよ。さあこれで全部段取りができたはずよね。でこいつもこれも全部ネタ、こいつはあった方がいいと。よいしょ、どう取るよ。エンジンを下ろし終わりました。今日はね、下ろすところで終わりにします。それではまた。